オス日進月歩塩田正宏です。今日は、岡崎市に来てまして、東海オンエア社から依頼をいただきまして、先ほど撮影させていただいたんですけども、今日はこちらのチャンネルでよろしくお願いします。よろしくお願いします。塩田の鮮魚チャンネル。先ほど柴優さんと、虫眼鏡さんには合気道を教えさせていただいて、少しちなみにどんな感じでした合気道？医学だなと思いましたね。本当になんか体上そうなってしまうしかないんだなっていうところに持ってってあげるみたいな。構造あんまりおりゃっていうよりも、はいこれをこうするんですよ痛いでしょみたいなイメージでしたね。それは大きい人も小さい人も変わんないもんね。他の3人は合気道がどんなものかっていうのを全く知らないわけですよね。まあ参考書読んだぐらい。参考書は。秋田商店会で参考書。そうです。全100巻ぐらいはあるので。僕もそうですね。今日も家出た瞬間ね、波が来て。釣れなかったね。俺もなんかやたらね、大きい門とあとふかふかのベッドがあって、なかなか来れなかった。転んだら今からね取れるじゃない。で合気道の技知らないということで、最初、合気道は痛いこともありますけども、受けた感じ、どんな感じなのかっていうのを感想をお伺いしたいなと思ってまして、教えた技も3つしかなくて、本当は合気道は技は本当に無限にあるんですよね。ただ体の使い方一瞬で決めるものが多いんですけども、それをやると結構危ない部分があったりします。夢丸さんちょっといいですか？夢丸がうろたえるところが見れる。みんなこう強く握ったりするんですよ。でも合気道はもう持つのはこれだけで、そうで持ってかれちゃうの。なるほどね。で例えばみんな握るのでこう手しか効かない、痛くすることが合気道の目的ではないので、こうやってこう肩まで持っていったんですよ。なるほど。肩までいっちゃうと体動いちゃうっすもんね。そうですね。で先ほど教えてきた参加条ですね。これこうめっちゃびっくり。痛い。何かこれは参加条。待ってるやん。参加条。いや参加条。ちょっと今緩めてますけども、決まったらすごい。まあいったな。一面先生だ。これはすごい。なんかすごいな今のは。すごい。どんな感じですか？こう強く握ってるわけではないんですけど、グッて力を入れてるわけじゃないんだけど、勝手にも自分の重心が動いちゃってるから、自分の力で転んでる感じだね。なるほど。本当。抵抗する間がないよね。ない。気づいたらうわーんって操られてる。そう。面白。が参加条ということです。感想を聞いてありがとう。僕たちもねできるはずだったんですけどねこれね。今のやつの始まりすら見えなかったね。肩動かなかったもんね。芝居にやられてたけどね。そしたら哲也さん、先ほど4か条っていうのは、力がある人の方が聞きやすい、で、普通にこう持っててもすごいよ影響はないんですよ。こう握ってもこんな感じいや別に握られてるだけなんですけども、ちょっと一点集中するところを変えるとすごい。もうこうなっちゃったもん今勝手に。だから次もう飛ばされちゃう。勝手にこうなるってやつだ。カツラ取れないかな。すごくない？何これ？すごいよね。確かになんかここ一点にグッてくるだけで、あとは自分でこうだ。そう。すごいな。ここがすごい。全ての力がここに集約してる。合気道すごいな。今のは4か条、人差し指のこの付け根に骨があるんですよ。そこの一点にこう自分の体重を乗せる。ただ力んでるとみんな腕の力でしかできないので、相手をこう崩せるまでにはならないんですけども、ちゃんとここも、自分の体重を乗せられる脱力したやつ。逆に脱力がいるんですね。そうですね。そうなると自分の体重を乗せられるっていうことですね。なんで昔の人ここに全体重乗せようとしたんだろうね。すごくない？その発想。じゃあ虫眼鏡に食らってみていいですか？普通にこう僕が行くと、ちっちゃいなおい虫眼鏡よ。一回このおさらいさせてもらって肩のせいに時止めないと無理なんだね。しかも3か条出ましたね。今のが3か条。綺麗に決められたわ。3か条。くぐり3か条ね。すごいよ。で、小手返しにね、実は小手返し。これはどうしたらいいですか？普通に名前この野郎。左手で持ってきやがって。それは対応できないのか。どっちもいいけどね。
俺もここから離せねえからな。絶対離さねえぞ俺は。このヤンキー優しいな。このヤンキーは離さねえこと有名なんだよ。こう描くんですよね。おい、よっちゃんね。いてね。無理決まったか。これは抵抗できない。ああ。でも夢丸の力が強すぎてなんか行かなかったんだよね。千葉湯その時脱力じゃなかった。あ、グーってでもってこうとしてて、俺も逆にこうって。ああでも先生が言ってたやつだよ。その体重が上げると相手が嫌な気持ちになるからって。指先もこんなの。ふわっと持ってふわっていけたんだ。なるほど。ここだけリベンジしてみる。やってみる。おい、なんだよお前。おい。振られてる。出た。名前のない人が。夢丸の対策が難しいからね。これやられたらどうしよう。これやられたらどうしようっていう。夢丸の大好き。これ無理なんだよね。そんなの前にやるんだよ。これはねやったね。あ、それあるんだ。改善は。これちょっと夢丸先生にやってみて。こんなん話せない。相手の力を利用するもないもんね。こうなんですよね、で、さっき教えた3箇条を使うんであればここは最初から持っておく。でこれって逃げれないんですよ。でもこうやれば逃げれる。はあ。すごい。こう崩す。すげえ。あんな不利な状況から。もういい。いろいろ気になるんだけどさ、怖くて言えない。大丈夫です、ちょっとこう構えていただけますか。右足前にしましょうか。で、こうさっきのね、押すやつって本当にびくともしないぐらいあれなんですよ。だからこうこれだけなんだっけこれ。入り身投げあ、でそう入り身投げだ。入り身投げ。相手がえ。なんで動いちゃうんだ今の。別にこれはそんな練習しないんだけど。こうやったなんかだけ疲れてる。すごいよ。これは今全然できてないと思うけど、これは体的に無理なんだと思う。ここだとめっちゃ力入ってんだけど、ここはもうしかもそうですね、普通の人のものだとこうやってこうまた構えちゃうんですよ。だからこっちは安定してるけども上半身だけこう崩すように持っていく。でやっぱ相手とぶつかることはあんましたくないので、もう一回いいですか。こうやってやるとやっぱこっちとこっちの力がぶつかり合っちゃう。一回相手の気を気っていう表現はあんま良くないですけども、こう相手の気持ちを前に出してあげる。だから指先をこうね、先生は別にやろうと思えば今のやつをめっちゃ早くやってパターンって倒すこともできるんですよ。危ないですね、受け身やんないと。じゃあめちゃくちゃ手加減されて生かされてる。コンクリートの上だったら死んでるね。ね。気をつけた方がいい。さっきこういうパターンとか結構あったじゃないですか。ああ、その時そうだあれだははいここですね、顎で入り身投げをこう決めるんですよ。でもちょっと首も痛めちゃうかもしれない。あと一つ、その大きな人を動くからこうやって強く持たれてて、ここって何も動かなかったじゃないですか。だから一回ちょっと固めてくるんですよね。こうね、僕の軸をね相手にぶつけるの、こうやってわかります？これだけだったらよくないけども、こうなる。そうするとでこれもうね外れないから危ない。マジでやばい。今体重かけられた。タップタップ。決まってた今のは。今話せなかった。話せない。なんかね、もうグッてもうこうなっちゃってるから指閉じちゃう。そう外せないのが極意だから、最初にやった時は多分手とかを使っちゃってるから相手も離したくなっちゃう。でもこう持ってもらってる手は大事にしたいんですよ。なので今のも手を撫でてるだけ、こうやって体の使い方を覚えます。こう持つじゃないですか。ここって動かないんですよ、こうね、力でやっても。だから僕の軸をこう当てる。ちょっと力がくるよね。ね、これ動画で伝わんのっていうくらい微妙だもんね。これ難しい。グッてきてますね。そう、これ難しいんですよ。みんなこう肩だけでいっても相手の方がもうまた押し返せるより強いんで、で力でいっても決まんないんですよ。丹田とか仙骨っていうのがあるんですけども、そこをぶつける。そうすれば全然もうこれ逃げれないですね。試しやらないでください。試しやらないでください。大丈夫です。これ以上はうち
の手もさこうグッとなってタップできないんでできないあとはね試しにこうやってやってみるとピッてさあと一つだけりょうさんにはまだかけてなかったから、固定返し教えたのは、こんな握ったりしたらこう痛いじゃないですか、だから握るのはこれだけで、こうやれば肩までつながるんですね。つながるから体が動く。これっぽいね。これ昔父親にやられたことあるのなんで父親できるのわかんないこれやられたことあるでみんながやるのはこれだけだからちょっと嫌な感じがするんですよ。手首だけなんかやられてるっていう、でも手首、肘、肩って伝えるには本当に優しい手じゃなきゃいけない。これ手首だけですね。こうなれば肩まで。だからうわーここまで来るすげえ。いや本当にもう抵抗ができないだから床にいるここに持ち込まれた時点で負けみたいななんかパンチとかと違って我慢強さとかじゃないもんね。そう耐えられないんだよな本当になんか体ぶっ壊して無理に耐えたら筋やる合気道家も最初みんな力でやっちゃう部分があるんですよ。でも力でやって相手をこう痛めるってことが目的ではないので、崩れるようにこう持っていくんですよね。だから怪我はしないです。上手い人からやられると。なるほど抵抗本当にできないんだ抵抗も起こさせないで相手が笑顔になるような技が理想ですね。スマートだなねこれやるな。あ動けね負け負け。抵抗すれば痛いかもしれないけども痛くないです。今のとかも決してにやるときは確かにこれあれだけども、こうやってやらない。これだと関節だけしか痛くないね。でもこれ確かに起き上がらせない方がいいからそこまでやるけども繰り返っちゃうよね。確かに不思議です。痛いって言わせるんじゃなくて抵抗できないんだなって思わせる怪我させるわけじゃない警察のご信じそれとちょっと似てるんですか。警察の場合もさっきみたいにもう何されるかわかんないから夢丸さんが3個決めた後にこうね寄せてねちょっと痛いですけどこうレッコだこれで見てる以上にあれでそっちの手も出ないぐらいちょっと痛い。すごい犯人に優しくする必要ないから。確かにそうですね。こっからこうなっちゃうついていくしかないってなる剣のやつ見ましたみたいです。まあね相手がナイフを持ってるっていう交換が来た場合の横目に出せてやられる側もかっこいい。これね外す時も手首が曲がる方向に誰か外してみましょうか。これ強いんですよ。持ってる時こう外れない。これ手首って曲がる方向にやれば、持てなくなる。だから持てない。握ってられなくなっちゃうこれをみんな強引に取ろうとするけども、それをこうしてやれば、そうですね。実践的だな。これ実践的だなどんな技をやってました？シルカープッシュしてなんかふわーってガクってなるもうこうやってやってなんかものすごい重い感じで立てないで押さえ込んじゃうそれも4か条とかあるけども、ここって意識を変えなきゃいけない。こっちからこっちに通るように流してあげる。これって全然痛くないですね。痛くないですね言わせるわけじゃなく、まあ、流れも大事ですね。なんかみんな強く言いたがるけども、ちょっと意識を変えれば意識なんだ。だから別のとこからこれ今のすごい脇が4人空いてる今のわかんなかった。何今の初めてやられた。なんで寄ってったじゃんすごいこうじゃなくてこうやってくる
自分の体はやっぱ安定させていかなくちゃいけないから、僕たちは足は鍛えてる、エゴもなくしていかないとこうやって寄ってこないじゃないですか。一番やっぱ力が乗れる部分があって、やるとこう肩甲骨をついて持たれてるところは上げるんですよ。もう持ってもらってありがとうっていうこう気持ち。さっきのこれとかもそうですね。外さない。来たらチャンス。そうなんかやってましたし、すごい飛ばしてる。親指持ってないところだね。さっきも出てきた。それもでも3か条に近いですね。考え方はほぼ一緒。何をもって3か条？まあ形なんですよ。別にそのできた順番とかで指とかやってるのは本当昔の戦いもあった時の時代。今は鍛えられる手首だから、さっきの3か条とかも、ここでやったら、最初痛いけどここって慣れるんですよ。で痛くすることじゃなくて、やっぱでも指から持っていくとちょっと痛い。そうですね。ここ鍛えられる。ここ鍛えられる。この辺持ってるのもこうやってこうじっくり振るってこうなっちゃうけど、引き寄せる。そう外れない。これは無意識。持って外そうとするとこう外れちゃうんですよ。だから上の手にくっつけるとこうだからこうやるのは外したくなる。こうやるのはくっついてこうまで。うわーすげえ。ここまで持ってられる。外せない。うわ相手に持ちやすい体勢みたいな作ってあげて技作ってしますか。そうですね。あと立ち方もこういう人は持ちたくないから、できるだけ落ち着いて持ちやすいように。何にもしてこないよみたいな感じしたら別にね、突っ込み放題ですよ。僕もこうやってやってたの最初。そうしたらこうやってきたから。あれ落ち着くかなと思ってこうやって。弱そうすぎてイライラするなこいつ。ボコボコにしてやろう。これでだったら大変だよ。習ってね。走ってる。そうそうだった。それ考えるの面白いですね。これともう一つ何がある？いや横にしました。でかいでも横もこう上に来たのはこうちゃんとこう避ける術を覚えるのと、横に来たのは一応こうね横から来たっていう想定もあるから、さっきやったのにちょっとここで避けてかけるっていう感じがいいかもしれないですね。結構取られちゃったらね、さっきの全部やられちゃう。あれは面白いです。意外と使える。合気道いかがでしたでしょうか？いやすごいね。いや今までのそうね概念が覆るような思うよ。なんか僕一番性に合ってたというか、なんか多分殴り合いなんて絶対やりたくないけど、これはなんか面白いなって思う。こう真実というか。そうだね。言ってしまえば全員に可能性がある。別に知っておきたいな、人間の体こうなるとこうなるんだよみたいなっていうのはめっちゃ興味深かったです。で技選んでくれたからかもしれないですけど、今別に何もないのがすごいね、痛くないもんね。空手とかだったらダダダーンってね。いや僕が残るはずなのに俺ら素人同士でやつがめちゃくちゃ痛いんだね。さあそういうことなんだ。ありがとうございました。ありがとうございましたはい、以上で、チャンネルを終わります。で、動画が東海オンエアさんの方でも放送されるので、ぜひそちらもご覧ください。ありがとうございます。バイバイ。